今日は AI でバカになるのか、クロードが本当に壊れるのか、医師が徹底検証します。先に大事なことを言います。音声入力でクロードが壊れる。これは言い過ぎです。でも、雑な使い方で答えが浅くなる。これはあり得ます。今日のテーマは3つ。1つ目、音声入力で何が起きるのか。2つ目、クロードの性格は本当に変わるのか。3つ目、AI で人の頭はどうなるのか。全部別の話です。順番に見ていきます。この動画ではこう言われています。1つ、音声入力でクロードがバカになる。2つ、クロードの人格そのものが歪んでいく。3つ、アンソロピックが公式に認めた事実。この3つの主張をこれから検証していきます。ここがちょっと問題なんです。証拠は本当にあるのか。研究はそこまで言っているのか。言い過ぎではないのか。一つずつ確認していきましょう。この動画でわかること3つ。事実なのか例え話なのか。どこが言い過ぎなのか。そして安全な使い方。これが今日のゴールです。まずアンソロピックとは、クロードを作っている AI 研究の会社です。この会社が AI の性格のようなものを研究しています。ペルソナベクトルという難しい名前ですが、簡単に言うと答え方の癖の方向です。AI の内部には真面目モード、よいしょモード、適当モード、こういった答え方の方向性があるということです。研究では会話を続けるとこのモードのバランスが少しずつ変わると書かれています。会話前と会話後でどのモードが強いか変わっていく。会話が続くほどいい加減モードが増えていく。これをドリフトと呼びます。ここまでが事実の部分です。会話の内容で AI の応答傾向は変わる。これは研究で確認されています。方向性は合っています。でも研究が言ってないこともあります。音声入力で壊れるとは書いていない。一度なったら戻らないとも書いていない。ここを混ぜてはいけません。例えと事実、ここを分けて考えるのが大事です。人格というのは例え話。本当の事実は応答の癖の偏り。これは意思が脳と心を分けて考えるのと同じ感覚です。次に音声入力の話。悪いのは音声そのものじゃありません。整理されてない言葉、曖昧な指示、主語の抜けた文。こういう雑な内容が本当の問題なんです。ノートで考えてみてください。同じページに算数、日記、落書き、宿題、全部ごちゃ混ぜに書いたら後で読み返せませんよね。AI との会話もこれと同じことが起きます。スマホで仕事の相談、今日の愚痴、雑談、コードのバグ、週末の予定、全部同じチャットに入れていませんか？ AI から見たら散らかった部屋になっています。だから壊れるよりも散らかる。これが正しい言い方です。新しいスレッドを開いて整える。これだけでちゃんとしたモードに戻せることが多いです。医師としてもう一つ大事な視点。元動画の作者さんの体験は N=1 の症例報告レベルです。対象はユーザー1名。比較はなし。結論は因果不明。参考程度。これだけで結論を出すのは科学的に難しいです。ここから人間側の話。クロードが壊れるかと人がバカになるか。これは別の問題です。混ぜないことが大事です。電卓を考えてみてください。便利ですよね。でも、いつも全部電卓任せだと暗算は弱くなります。AI もそれに少し似ているんです。バカになりやすい使い方3つ。1つ、考える前にいきなり聞く。2つ、答えをそのまま信じる。3つ、比べずにコピペする。これは頭の筋トレをサボっている状態です。逆に賢くなる使い方3つ。1つ、自分の仮説を先に書く。2つ、AI に反論をもらう。3つ、複数の案を比べる。こう使えば考える力はむしろ伸びます。音声入力が OK な場面、ちょっとしたメモ、決まりきった処理、下書き。こういう軽い仕事には音声で十分です。でもタイピング推奨な場面もあります。深い相談、診療や研究、企画や戦略。こういう頭を使う場面は文字で丁寧に書きましょう。ここからできる4つのルール。1つ、仕事用と雑談用でチャットを分ける。2つ、深い相談は新規スレッドで始める。3つ、送る前に一度読み返す。4つ、自分の仮説を先に書いてから聞く。ファクトチェック、判定です。音声入力は雑な対話を生む。これは正しい。応答モードは変わる。これも正しい。音声でクロードが壊れる。これは言い過ぎ。
AI で人がバカになる。これは使い方次第。本当に怖いのは AI そのものより自分の使い方なんです。AI は鏡のようなもの。雑に使えば雑に返ってくる。丁寧に使えば深く返ってくる。チャンネル登録、高評価お願いしますね。いいチャンネルでした。